はいどうも、キリハです。こちらの動画は多言語の字幕をつけております。下の字幕ボタンを押してお好きな言語でお楽しみください。今回は最初から最後まで使える定例やキャラということでやっていきます。序盤は特に誰を育てたら無駄にならないのかというところで悩む方も多いと思います。そして日本版でもう9ヶ月以上やっているので、最初から最後まで使える定例やキャラという内容を皆さんに共有していこうと思います。最近始めた方や海外の方など参考にしていただければと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、まずは椿ですね。椿に関してはほぼ全てのコンテンツで今後も使うことになりますし、総力戦に関しても、序盤は椿の力を頼ることが多いと思います。ただしもう結構時間が経っている日本の方では総力戦では椿はほとんど使わなくなりましたね。ただ戦力が整わないうちは椿を頼ることも全然多いと思います。特に今でも戦術対抗戦では椿がいない編成はほとんど見ませんし、任務でも椿を入れると本当に安定しますよね。最初から最後まで文句なしで使えるキャラクターだと思います。タンクのキャラクターは新規解放をするメリットも大きいので HP がかなり上がりますからね。新規解放もおすすめのキャラクターになってます。特に星3にするとこちらのサブスキル、リロードをしている間ダメージを単純に減らしてくれるっていうかなり強いスキルが解放されますので、こちらのレベル上げとノーマルスキルの HP が 30% 以下の時に回復する、この単純に強いスキルですね。この2つを主に上げていきましょう。パッシブスキルに関しては防御力になりますので恩恵をちょっと感じづらいかもしれません。同様の理由で EX スキルも同じですね。あえてコストを4使って防御力を上げるっていうのもなかなかコストパフォーマンスが悪いです。ただしこの挑発に関しては結構使えますので、指名手配の回転ジャーが行ってくる必殺技をこの挑発でキャンセルしたりですとか、結構面白い使い方ができるようになってます。相手の行動をキャンセルするという意味合いで使うんだったら EX スキルのレベルは関係ありませんので、この辺りもそんなに上げなくて大丈夫です。椿に関してはノーマルスキルとサブスキル、この2つをメインで上げていきましょう。装備はバックをどんどん育てていくのがおすすめです。そして次におすすめするのはムツキですね。ムツキは星2のキャラクターなんですけれども、全任務、総力戦、指名手配、もう本当に役に立つキャラクターになってます。海外の方はまだ貫通有利の総力戦しか来ていないんですけれども、爆発有利の総力戦が来ますとムツキの活躍の幅が劇的に広がります。というかムツキなしで高スコアを出すのが難しくなってきますので、今のうちに育てておくと通常の任務でも役に立ちますし、かなり楽になると思います。おすすめのスキルに関しましては EX、ノーマル、パッシブ、この3つになります。パッシブスキルは単純に攻撃力がかなり上がりますのでこれがおすすめなのと、ノーマルスキルの地雷も当初はすごく弱いと言われていたんですが、爆発有利の総力戦が始まってこの地雷を全部当てるテクニックっていうのができてからこの地雷が最強の技になります。なのでムツキに関してはこのノーマルスキルで主にダメージを出していきますので、こちらもマックスにする勢いでレベルアップさせていきましょう。 EX スキルも3つの円形での攻撃なんですが、円が重なっている場所に関しては2回ヒットしますので、総力戦のような図体が大きい敵に関しては全部当たることになります。そういった時にものすごい火力が出ますので、本当に総力戦では火力を出すキャラクターになってます。この3つを並行で上げていきましょう。サブスキルに関しては命中値になりますので優先順位はちょっと低めになります。装備は主に帽子と時計、こちらを上げていきましょう。ヘアピンはそんなに上げる必要はないです。はい、次に小玉ですね。小玉は星1のキャラクターなんですが、星3にした時に進化を発揮しますので神秘解放星3までは必須となります。小玉が活躍するコンテンツは全てのコンテンツです。正直どんなコンテンツでもとりあえず小玉入れとけば間違いないっていうぐらいには強いです。ただし戦術対抗戦だけに関してはオートで進んでしまいますので、こちらの EX スキルの円形範囲内の味方の攻撃力アップ、こちらがタンクにかかっちゃったり効率が悪いので戦術対抗戦でだけは使わないです。
でも逆に言うとそれ以外では必須になりますので、もう本当にめちゃくちゃ強いキャラクターになってます。小玉はノーマルスキルで攻撃のスキルを持ってるんですけども、こちらは正直ほとんど使いません。元々の攻撃力がハンドガンなので低いのもあって、あまりダメージには期待できませんので、正直ノーマルスキルは後回しで OK です。それよりも EX スキルとサブスキル、こちらを上げていきましょう。サブスキルに関しては、編成するだけで味方の攻撃力が 17.3% 上がるという壊れスキルになってます。そして EX スキルに関しては、円形範囲内の味方を 50% 近く攻撃力上げてくれます。そしてこの EX スキルなんですけど、戦闘中にかける以上、いろんなバフが全て乗った上でこの倍率がさらに最後に乗っかりますので、これが本当に強いんですね。なので小玉は最初から最後まで、おそらくこれから先もずっと使われるキャラクターだと思います。育てるキャラを迷っている方は、小玉は間違いありませんので、迷いなく上げていきましょう。装備に関しては何も上げなくてもいいぐらいなんで、そのあたりは結構助かりますよね。正直レベルもそこまで重要じゃありません。ただし神秘解放に関しては星3までは絶対に必須になりますので、そこだけご注意ください。そして次におすすめするのはあかりです。あかりが活躍するのは通常の任務、総力戦、指名手配、こちらでかなり活躍します。そして総力戦に関しては、総力戦回転ジャーというものがあるんですけれども、日本ではね、もうすでに何回も戦ってるんですが、市街地戦の回転ジャーにおいて、あかりは1軍で大活躍しました。なので私も全然育てられてなかったんですけど、これから徐々にやっていこうと思ってます。スキルレベルとか上げてなくても十分強かったので、そのまま使ってたんですが、総力戦で使えるとなると、話は別になってきます。なので、スキルもガンガン上げていきましょう。一番上げるべき内容なんですけど、あかりに関しては高い攻撃力をさらに増せるというところがポイントになってます。ノーマルスキルで通常攻撃をした時に 10% の確率で攻撃力を上昇。この上昇率もかなり高いです。そしてサブスキルも同じような内容になってます。これどっちもかかるんですね。なので攻撃力がお化けみたいになります。なのでノーマルスキル、サブスキルに関しては優先的に上げていきましょう。この2つを上げれば置物でもめちゃくちゃ強いです。そしてその上で円形範囲の EX スキルを上げていくことで、さらに火力に貢献することができます。なのでノーマルスキル、サブスキルをメインにして EX スキルも並行して上げていきましょう。パッシブに関しては HP なのでそこまで重要ではないと思います。次に順子をお勧めします。EX スキルの倍率がかなり高いので、総力戦で主に役に立ちます。そして任務でも便利ですね。最近日本でも追加された学園交流会でも威力を発揮しました。そしてスキルなんですけども、基本的に EX を育てておけば OK です。日本だと固有武器が解放されて回避率が上がるんですけども、こちらがだんだんと解放できるようになってきたら、パッシブスキルの回避も上げてあげると、タンクの椿並みな回避力を発揮します。ですが、だいぶ後の方になりますので、後回しでも OK です。装備や帽子や時計を主に上げていきましょう。次のおすすめはセリカです。反対攻撃特化、そして EX スキルがたったの2コストで攻撃力をかなりの倍率で上げてくれるというスキルになってます。主に総力戦のヒエロニムスだったり、回転ジャーで役に立つと思います。上げるスキルは EX スキル、パッシブスキル、サブスキルがメインになります。ノーマルスキルも単純な攻撃のスキルなので、こちらも余裕があったら上げていきましょう。神秘解放で星3にすることでサブスキルも解放されますので、星3に上げて使うとより強力になります。はい、次はセリナですね。活躍するコンテンツは全てのコンテンツです。戦術対抗戦でも任務でも総力戦でもどこでも大活躍のキャラクターです。正直最強のヒーラーといっても過言ではありません。EX スキルもたったの2コストで打てますし、ノーマルスキルもコストを払わずに勝手に回復をしてくれるという優れものになります。パッシブスキルも治癒力をそのまま上げてくれますので、上げることで EX スキル、ノーマルスキルの回復、どちらも手助けすることになります。使う際は星1から星2に上げて、こちらのパッシブスキルを解放して使いましょう。星3に上げるメリットは治癒力のアップというのがありますが、サブスキルはそこまで強力じゃないので、一旦星2で OK だと思います。ただ余裕があれば星3まで上げてあげると回復量がさらに増しますので、おすすめにはなります。
装備もこちらのネックレスだけ上げていけばいいでしょう。下手な範囲回復のキャラクターよりも EX スキルとノーマルスキルで複数のキャラクターを回復できますので、とりあえずセリナ入れておけば間違いないと思います。次に知性をお勧めします。活躍するコンテンツは総力戦の白黒、あとは通常の任務ですね。この辺りで大活躍します。グレネードランチャーで攻撃力も高く、パッシブスキルでさらに攻撃力を盛ることができます。そしてこのサブスキルが強力で、通常攻撃が当たった時に確率で攻撃力の何%分のダメージというものを与えますので、これが非常に強力で総力戦で有効となっております。使う場合は星3に上げて運用してあげるといいでしょう。主にパッシブスキル、サブスキルをマストで上げていって、EX スキル、ノーマルスキルを徐々に上げていきましょう。というか知性に関しては全部強いので、何から上げても強いと思います。ただパッシブは全てにつながるので、パッシブからやるといいかもしれませんね。次に花絵なんですが、使い方としては、響きを持ってない方が代わりに花絵を使うという感じでいいと思います。というのも、サブスキルが響きと全く同じサブスキルになってまして、味方全体の会心ダメージを上げてくれるんですね。ヒーラーでありながらこれを持っているので、後ろにポンと置いておくだけで全体の火力が上がります。いざという時に回復もできるという優れものになります。ただ響きを持っている方は活躍の場が少ないかもしれませんので、響きの有無で決めましょう。ですが将来的に総力戦であえて花絵を使うという場面もなくはないので、もちろん花絵に価値があります。ただ優先順位として響きを持っている方は後回しでいいかもしれません。次に桃井を説明します。桃井の活躍の場としては、拠点防衛、任務全般、総力戦で活躍します。たったの3コストでののみに似た扇形範囲内の範囲攻撃になってます。たったの3コストで範囲攻撃ができるというだけでも本当に唯一無二と言っても過言ではありませんので、めちゃくちゃ強いキャラクターになります。さらに緑と一緒に編成をすると攻撃力が単純に増しますので、こちらもかなりおすすめな内容になってます。というか元々の攻撃力がかなり低いので、これありきで通常の攻撃力になる、そういった印象でしょうか。スキルを上げる場合は EX スキルとサブスキル、こちらをメインで上げていきましょう。拠点防衛や総力戦ケセドなどかなり楽になると思います。通常の任務でも大活躍ですね。桃井だけで連れていくこともあるぐらいです。使う場合はサブスキルを解放するために星3にして使ってあげましょう。総力戦ビナーを戦うためだけに生まれてきたようなフィーナですね。この子は総力戦ビナーで抜群の力を発揮します。EX スキルで自身の通常攻撃の火力を大幅に上げてくれるのと、サブスキルで10秒間移動していない時に攻撃速度が増すという内容で EX スキルを使って通常攻撃でダメージを出していくというキャラクターになってます。そのためかなり安定した火力が望めます。総力戦ビナーでミサイルで全体攻撃をしてきた時も HP が 20% 以下の時に回復も持ってますので、本当にビナーと戦うために生まれてきたようなキャラクターです。上げる際は EX スキルとサブスキルをメインで上げていきましょう。ただし星1のキャラクターになりますので、この子を星3まで上げる必要がありますので、ちょっとしんどいです。ただ将来的にも役に立ちますので、この子は星3まで上げる価値はあります。最後に紹介するのは茜ですね。茜は総力戦全般において力を発揮します。というのもこちらの EX スキルですね。こちらが敵の防御力を下げるというたった2コストで打てる EX スキルになってまして、これが非常に強いです。総力戦ビナーでは使われていないんですが、他の総力戦だと1回は使われているキャラクターですね。敵の防御力を下げて味方のダメージを上げるという単純なものですが、たったの2コストで回せるというところもあって、かなりレギュラーメンバーになってます。そして HP もそこそこ高めなので、タンクを抜いて茜を入れるということも結構多いです。上げる際は EX スキルをガンガン上げていきましょう。ただハンドガンのキャラクターで攻撃力はあまりないので、ノーマルスキルの攻撃だったりパッシブスキルの移動速度とか、こちらのサブスキルに関してもあまり上げる理由がありませんので、基本的には EX スキルだけ上げておけば OK です。攻撃を耐えてくれるタンクとして使うような場面もありますので、靴も上げておくと HP も増えて非常にいいでしょう。こちらのヘアピンよりも靴の方が優先です。はい、ということで最後まで使える低レアキャラクターの紹介でした。最近始めた日本のプレイヤーさんも
海外の方も参考にしていただいて、育成を頑張ってみてください。今後も初心者に役立つ内容ですとか、海外向けの字幕入り動画もどんどん作っていきますので、よければチャンネル登録をしてお待ちいただけると幸いです。それでは、ご視聴ありがとうございました。